俺は昔から言ってるのは、お笑い芸人に人権はいらない、芸が破天荒じゃないと怒るわけのわかんないやつがいるから、それを求めるんだったら芸人も違い保険にしてくんねえかなって言われる。シニカルな笑いで社会に一石。ビートたけし、波乱万丈な毒好き人生。ビートたけし、彼の名前を知らない日本人はきっとほとんどいないですよね。でもなぜ彼はこれほど長きにわたってお笑い界や映画界で異彩を放ち続けることができたのでしょうか。彼の笑いは単なるギャグや漫談ではありません。時には社会の核心をつくようなシニカルな視点や毒舌も交えつつ、それでも人々を笑わせる。ビートたけしはどのような道を歩んできたのでしょうか。その波乱万丈な人生に迫ります。足立区のたけし。ビートたけし、本名北野たけし。1947年に東京都足立区で生まれました。幼い頃からガキ大将で近所でも有名な存在だったとか。大学在学中に浅草フランス座に入り、深見千三郎を師匠として芸人としての人生を歩みます。そこで先輩であったビートきよしと出会い、漫才コンビ2ビートを結成します。毒舌とスピード感のある喋りのスタイルで一躍その名を広め、その後の漫才ブームでビービーと共に一世を風靡しました。1970年代後半から1980年代にかけ、彼らの漫才は社会を切るスタイルを確立させます。過激なギャグや風刺に加え、その型破りな芸風でテレビや寄席を席巻します。赤信号、みんなで渡れば怖くないなどといった世間の親を怒らせるような標語やコマネチといったギャグは社会現象とまでなりました。しかしビートたけしは単なる漫才師にとどまりません。1981年に伝説の番組「俺たち大金属」やビートたけしの「ウォールナイトニッポン」をスタートさせます。特にひょうきん族は当時絶大な視聴率を誇っていたドリフターズの8時だよ全員集合の牙城を崩したと言われるほどの衝撃的な番組でした。ひょうきん懺悔室ってご存知ですか？いろんな芸人さんや関係者が懺悔してバシャッと水をかけられるあれです。本来放送されない裏方のいやらかしを視聴者に開示してお笑いに変えるという大本来の要素を持ち込んだ画期的な企画でした。世界の北野へ。1985年には天才たけしの元気が出るテレビ、クーンたけし城、ビートたけしのスポーツ大賞などがスタート。元気が出るテレビでは早朝バズーカやダンス甲子園などの企画でドキュメントバラエティという番組スタイルが人気を博し、その後のバラエティ番組に大きな影響を与えます。また一般人が体を張って参加し、視聴者や番組出演者との距離を縮める番組スタイルはそれまでのテレビ番組の概念を打ち壊し、多くの有名人を生んで社会現象ともなりました。それら多くの番組がゴールデンタイム帯の番組で当時の最高視聴率を叩き出し、この頃からタモリ、明石家さんまとともにお笑いビッグ3と呼ばれるようになります。数多くのたけしさんの番組ですが、調べていて私が一番衝撃だったのは1989年に始まったビートたけしのお笑いウルトラクイズです。クイズに間違えるとバズーカで撃たれたり、マスごと海に沈められたり、今では考えられないスケールの演出とコンプラ無視のむちゃくちゃな罰ゲーム。本当に芸人さんが死んでしまうんじゃないかと思いました。これも今の芸人さんが体を張るバラエティの原型といった感じですよね。でも北野たけしはお笑いだけにとどまりませんでした。1989年には映画監督デビューを果たし、その男凶暴につきでいきなり注目を浴びます。その後花火ではなんとベネチア国際映画祭の最高賞である金獅子賞を受賞します。北のブルーと言われる映像美や独特の映画館によって日本映画界に新たな風を吹き込みました。たけしさんの映画って暴力的なものが多いんですけど、どこか物悲しさがあるんですよね。打ち合いのシーンなのにやけに静かで美しく、そして悲しい、そういう演出がたけし映画の特徴なのかなと思います。ワイドショーを賑わすぶっ飛んだ不祥事。人気絶頂だったビートたけしですが、その反動かたびたび起こる不祥事をワイドショーや週刊誌などで取り上げられることもしばしばありました。
1986年、当時たけしが付き合っていた女性への執拗な取材と乱暴をきっかけにフライデー襲撃事件が勃発。ブチギレたたけしと軍団員ら12人でフライデー編集部を襲撃したことで警察沙汰になり、懲役6ヶ月執行猶予2年の判決を受け活動自粛します。世間の反応としては暴力沙汰には眉を潜めたものの、行き過ぎたマスコミ取材の嫌悪からおおむねたけしに同情が集まり、その後たけしと講談社は和解となりました。また1994年には原付バイクを運転中に単独事故を起こし重傷を負います。一時は生死をさまようほどの状態だったにもかかわらず一命を取り留め、顔面麻痺などの後遺症も残るほどでしたが無事に復帰します。入院中のエピソードとして、意識不明の際に事故前に亡くなった親友の逸見正隆氏が夢に出て、まだこっちに来るのは早いと言いに来たというものがあります。さらに入院中にはこれで映画が撮れると笑っていたとか、普通なら落ち込むところを逆に創作のインスピレーションにしてしまう。これこそがビートたけしの真骨頂ではないでしょうか。たけしが残したもの、お笑い、映画、絵画、そして文学、あらゆるエンターテインメントを生み出すビートたけしはまさに芸能界のレジェンドと言える存在です。彼が生み出した番組の数々は今でも伝説として語り継がれています。映画でも日本映画界に新たな美学をぶち込み、世界中から高い評価を受けました。ですがたけしさんがここまで成功した理由はやっぱりシニカルな視点と毒舌にあるのではないでしょうか。普通なら言えないようなことを躊躇なくズバッと言ってしまう。でもそれが不思議と嫌味にならない。それはきっと彼のユーモアや人間味の根底にあるからなんでしょうね。このような芸能人は他におらず唯一無二の存在だと言えます。これからも私たちにどんな毒を見せてくれるのか楽しみでなりません。もう頭が追いつかないというか体力がないのが分かって、ちょっと映画でもやってみようかなと思って映画とかいろんなものに手を出すんですけども、本当のこと言うといろんなものをなぜやるかというと、何やってもダメだということで手を変え品を変え、なんか自分に一番ぴったりするものを模索していたという、結局今日までこうなっちゃったということで、あまり自分の仕事には満足してないなという